皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月4日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル43でした。おとといと比べると15センチの上げとなり、引き続き上昇トレンド。本来水位を下げないといけない時期のはずと言い続けていますが、そろそろ本気でやばくなってきたような気がします。その理由については後ほど。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7600立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒11700立方メートル。差分については毎秒4100立方メートル。おとといと比べて、上流の寸丹観測所はマイナスの3600、三峡ダムもマイナス4200。長江の本流並びに支流である宇高からの流入量が大幅に減少し、一旦ピークは超えたようです。なお、長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒1730立方メートル。前回の量と比べて800ほど下げています。一方、深夜0時の放流量は毎秒13700立方メートル。単純に割り算すると 44% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べるとほぼ変わらずです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化をまとめたもので、中国交通運輸部の発表データをもとにグラフ化したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは最上流にある高架波ダムの方から。濃い青のラインの放流量に動きがありました。もともとピークから半分程度に抑えていた放流をさらに絞っているようです。中国では5月1日から5日間、労働節という大型連休があり、これに合わせたダム操作と思われます。その量は2月の春節期間のレベルと同じで、運用上、ここがこのダムの最低ラインなのかもしれません。水色のラインの流入量も時期を同じくして変化しているので、さらに上流にあるダムでも連動しているのでしょう。次に三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は、先月30日あたりにピークを迎え、その後は減少に転じています。ご覧の通り、グレーの線で示す放流量を段階的に増やして、流入量の上昇に対応しています。一旦流入量は減少するでしょうから、しばらく放流量が上回ることとなりそうです。そうなれば、ダムの水位は下がるはずですが、ウィンディーで雨雲の予想を見ていると、再び流入量が増える可能性もあり、水位の方は今後、どうなるかは正直わかりません。最近増水により、このチャンネルで注目している、長江の支流、宇高の情報について。2回のピークを超えて減少傾向となっていましたが、毎秒3000立方メートルあたりで下げ止まりとなり、長江本流の流量に大きく影響しています。三峡ダムへの流入量が思ったほど減らないというのは、いつもの年では見られない、宇高の増水が関係しているわけです。今朝9時までの直近情報を、グラフに載せるとこのようになり、依然として高い水準が継続中。ここまでを整理すると、最上流ダムでは放流を絞り、すっかり大型連休モードですが、なぜか重慶の流量はそれほど減らず、支流からの流れ込みも依然多いまま。三峡ダムへの流入は減ったとはいえ、この時期としては高いレベルとなっています。前回の動画でもお伝えした通り、現在、ダムの下流地域は水位が上昇しており、なかなか三峡ダムから放流を増やすというわけにもいかない状況、手詰まり感は否めません。目標通りにダムの水位を下げていくには、厳しい道のりとなりそうです。Nishi Yang Channel。三峡ダムの水位が今後どうなっていきそうなのか、
これまでの実績と足元の状況を確認します。こちらは年の初めから洪水シーズン前までのダムの水位をざっくり示したもの。2020年からの情報も合わせて載せたグラフになります。今年は比較的高い水位から始まり、今日の時点では165メートルあたり。このダムの運用上の上限からは3分の2ほどの水準までは下がっていることになりますが、ご覧の通り2ヶ月近く足踏み状態が続き、ターゲットまであと1ヶ月ちょっと。目標である最低ラインと現在の水位のギャップは20メートルほどあります。残り35日と仮定し、割り算をすると1日につき57センチほど。2日で1メートル以上のペースをこれからずっと続けていく必要があります。先ほど解説した通り、最近の放流量と流入量の関係を見ると、劇的に水位が下がる気は全くしません。視聴者さんの中には無理じゃないのというコメントにもある通り、目標達成は難しくなっているような気がします。今のところ、官製メディアではこの件、特に報じられることはなく、これはひょっとしたら去年同様に、145メートルまで到達しないかもしれないですね。余談になりますが、3月4日から4月17日まで、ダムの北側にある三峡南線肛門の定期メンテ工事が実施され、すでに完了しています。水位の高止まりについて、実はこれが関係していたのではないかと仮説を立てていたのですが、どうやら大外れだったようです。工事完了後、2週間近く経過してもこれですから、メンテナンス工事は関係なく、別の理由ということになりそうです。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。長江の最上流に弱めの雨雲が広がる一方で、この時期、いつも取り上げている範囲では強めの雨が降っています。三峡ダムの南側の地域では4月、すでに降水量が600ミリを超えている観測所もあり、地中に含まれる水分量は多い状態。少しの雨であっても川が溢れ、洪水が発生する確率が高くなっています。次に、今後の予想を見てみます。しばらく雨雲は見られず、落ち着いた天気となりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が31度、最低気温が13度で晴れの予報。水曜から木曜あたりにまた、強めの雨雲が出る計算結果が出ているようです。これらの雨雲はいずれ、日本にまで到達するかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。訪中日本人が激減、高校生の修学旅行もキャンセル、フランスメディア、レコードチャイナが伝えています。フランス国際放送局、ラジオフランスアンテルナショナル中国語版は4月30日、中国を旅行する日本人が激減していると報じた。記事は、日本の報道を引用し、日本人の中国旅行は大幅に減少しており、日本人客は9割減となっている。これは、昨年11月の高市首相による台湾に関する発言で、日中関係が悪化した影響の可能性があると指摘。また、航空便の減少や燃料価格の上昇も、観光業に打撃を与えていると伝えた。宣誓小西安で30年にわたり、日本語でツアーの案内をしてきた57歳の中国人男性ガイドは、今年は日本人観光客を一人も案内していないと語おうとした。4月に予定されていた日本の高校の修学旅行も中止されたという。以上、訪中日本人が激減、高校生の修学旅行もキャンセル、フランスメディアについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。先日、中国から日本への旅行者が大きく減っているという話題を取り上げたところですが、今回は逆に日本から中国へ向かう旅行者が9割減との報道で、かなりインパクトのある数字。双方向で人の往来が細っていることになり、観光や交流の面では冷え込みが鮮明となりました。最近の日中関係を見れば、旅行先の選択肢になるかはかなり疑問。特に修学旅行となると、慎重になるはず。加えて航空便の減少や、イラン紛争の件で燃料価格が高騰していることから、ますます訪問する人は減ることでしょう。そもそも日本人全体としても、海外旅行需要はコロナ前の水準まで完全には戻っていないと言われており、その中で中国が選ばれにくくなっている面もありそうです。日本への圧力材料にしたかったとしても、結果として自国の観光業や関連産業にも影響が及ぶ構図は、日本産水産物の禁輸問題と全く同じ。相手に打撃を与えるつもりが、自国側にブーメランが返ってくるという縮図。メンツが先に立つあまり、全く学習していないようです。
日中関係は無理に関係を改善しようというよりも、必要な距離感を持ちながら遠巻きに様子見する時代に入っているのかもしれません。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。さて、いつもこのチャンネルでは、三峡ダムのある長江流域を中心に話題をお伝えしています。長江の上流では川の名前が変わり、金沙江と呼ばれ、またさらに上流まで遡ると別の名前になります。ご存知の通り、長江の北側には黄河という大きな川が流れ、人々の生活に大きく関わっています。昔から北部地域では水が少ない一方、南部では雨が多いため、比較的水が豊富なところが多かったようです。そこで考えられたのが、南部の水を北部に送り出すという南水北潮プロジェクトです。3つのルートが計画され、中央ルートでは観光につながる丹江港から鄭州を通って北京まで水路が作られ、水を供給。また、東のルートでは、長江の下流から天津までつながっています。西の方では、金沙江の最上流と黄河がつながっているようです。現在、ニュースで報じられているのは、丹江港から長江流域の三峡ダムの上流を結ぶルートが建設中で、引港補完と呼ばれています。200キロほどのほとんどがトンネルとなるため、かなりの時間と費用がかかる見込みです。さらに西の方でも動きがありました。インドとの国境を流れるヤルンチャンポ川に、三峡ダムの3倍の水力発電設備を持つダム計画が昨年末に承認され、今後工事がスタートするようです。おそらく水をめぐって、これからインドと中国で争いが起こると、当チャンネルでは見ていますが、果たしてどうなることか。巨大ダムの名前はメトクダムと呼び、せき止めた水を長江経由で、西ルートまでつなげるということだそうです。これらのプロジェクトの建設コストと、実際の利用実績による費用対効果があるのかどうかははっきりしませんが、水質問題と高い水道料金のため、あまり良い評判を聞きません。採算なんて度外視、公共工事をすること自体が目的になっているようにさえ思えます。インフラは作って終わりではなく、きっちりメンテナンスするのが大事。いずれ、ほころびが出てくることでしょう。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。西日本や東日本で激しい雨を降らせた雨雲が、東北から北海道にかけて広がっています。前回の動画のデジャブといった感じ。気象庁によると、昨日、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表があり、平年よりも9日早いとのこと。春から夏へと、徐々に季節が変わりつつあるようですね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。